こんにちは、ポッティです。今日から北海道を旅して美味しいものを食べたり自然を満喫したりしていこうと思います。今回特に楽しみにしているのが昔食べて忘れられないくらい美味しかった富良野のメロンと初めて登る旭岳です。ロープウェイもあるけど今回はね自分の足で登ってみようと思ってます。それとこの旅の中では歩いてお金をちょっぴり稼げるアプリも使いながら楽しんでいこうかなと思います。もし興味のある方は概要欄の方をぜひチェックしてみてください。旅のお供にそういう世界もあるんだくらいのね感じで見ていただけたら嬉しいです。さてでは関空からね飛び立っていくわけなんですけども、実はですね飛行機が遅延していまして、格安航空だとこういうのもたまにあるみたいで、私自身はね今まで何度も使ってるんですけど遅延に当たったの今回初めてなんですよね。そんなことあるんだって感じでねちょっとびっくりしましたね。というわけで飛行機が遅れたおかげで予定外の空港ランチタイムです。でもね国内線の検査通った後にご飯食べることって普段あんまりないんで逆にちょっと新鮮でしたね。今回はこちらの加古川カツ丼をいただきました。お腹もかなり空いてたのもあって普通にめっちゃ美味しかったです。そして遅延を乗り越えて新千歳空港まではおよそ2時間のフライトです。到着したのは夕方頃、ようやく北海道に上陸です。ここからが本編、いよいよ旅が始まります。さて、まずはレンタカーを借りて移動していきます。最初の目的地は函館山です。日本三大夜景、100万ドルの夜景と言われるようなね、超人気スポットなので、もうずっと行ってみたかったんですよね。高速でだいたい3、4時間くらいかな。途中でウスサービスエリアによってちょっと休憩とね、軽食を取ることにしていきます。口コミも多いので大きいのかなと思って楽しみにしてたんですけど、見たらね意外とこじんまりしててあれ思ってね近づいてみたんですけど、そうするとね奥側の景色がめっちゃ綺麗なんですよ。このサービスエリアはちょっと高台にあって、あと結構ね景色が開けてるので北海道の街並みがパッと見えたりして、そこがねすごいね景色が良かったです。あと売店にはね地元のちょっと珍しい食べ物がいろいろあって、もうついついいろいろ買っちゃいました。旅先でこういうのを見つけるのってほんと楽しいんですよね。黄金豚のソーセージ、揚げ芋、牛タンカレーパンになりますね。こちらのソーセージね、もう皮の弾力がもうすごいです。中のお肉はね、肉々しさが強くて食べ応えもめっちゃいいですね。揚げ芋はじゃがいもの甘みとこの衣の甘みも合わさってもう子供が好きそうです。私もめっちゃ好きです。牛タンカレーパンは具がゴロゴロ入ってるカレーパンで、辛さはね控えめですごい食べやすかったです。パンのね厚みもね結構あるんですけど、すごい外がカリカリしてて本当にねパクパクすぐ食べ終わっちゃいましたね。ということで呼吸も終えて引き続きドライブの方に入っていきます。途中ねこんな感じの形の駒ヶ岳が見えてますね。なんかすごい尖ってますよね。どうしてこんな形になったんだろう。はい、そしてついに今日のメイン観光函館山に着きました。車は観光地の駐車場に止めまして、ここからはね、ロープウェイで山の上まで登っていきます。では乗り込んでいきます。ロープウェイ降りるともう展望台にね直結してますね。建物の中にはお土産屋さんとか売店とかレストランもあってね、すごい賑やかな雰囲気ですね。ではいよいよ展望台の方へ行っていきます。これが日本三大夜景の一つ、函館山の夜景です。うわーめっちゃ綺麗というか、なんかすごい夜景なのになんかめちゃくちゃ近くに光を感じますね。もう本当にずっとなんかもう見てたくなるぐらい、もう吸い込まれそうになるぐらいの美しさですね。5月の終わり頃なのもあって外はすごいちょうどいい涼しさですね。いやはや本当に良かったです。昨年の冬にね六甲山の夜景も見に行ったんですけど、あちらはね大阪湾をぐるーっと囲むようなスケールの大きな景色だったんですけどね、今回の函館山は夜景がもうすごい自分のすぐ近くにギュッと集まっているような感じで、なんていうか夜の光をね全身で浴びている、そんな感覚だったんですよね。
個人的にはね、こっちの方がちょっと好きかなという感じですね。そんな素敵な景色を堪能したところで、そろそろ夕飯のご飯を探しに行こうと思います。まさかの事件発生です。行こうと思ってたね、回転寿司のお店がですね、なんと想像よりずっと早くラストオーダーが終わってしまいまして、もう閉まっちゃいましたね。ってなって、もうそこからね、慌てて他のお店探し始めたんですけど、この花金ということもあって、居酒屋さんもね、どこも満席。もうせっかく北海道に来たのに、もうザ・北海道グルメみたいなものをね、まさか初日に食べられないなんて。この一番の楽しみってもう完全に食なんですよ。名物とか美味しいものを食べるかどうかで旅の満足度が8割くらい決めるタイプの人間でして、初日から名物が食べられないので本当にショックでもさすがにへこみます。そもそも飛行機を送られなければこんなことになってないし、いやでも夜景が綺麗すぎて先生のんびりしちゃったじはい。そんな感じで、もう重たい足取りでね、ホテルに戻ろうとしてたんですけどね。あれなんか、すごい外観ちょっと派手なお店がありますね。そう、こちらはラッキーピエロです。函館にしか店舗を展開していないもので、まさにご当地のハンバーガーのお店なんですね。なんと22時ちょっと前でギリギリ空いてるので、もう迷わず飛び込みます。よかったー。全ちゃんと注文できそうですね。メニューめちゃくちゃこれ多いですね。どれにしようかなーって迷いつつ、とりあえず人気ナンバーワンと書いてあるね、このハンバーガーセットを注文しました。お店もちょうどね、閉まりかけだったので、今回はね、持ち帰りにね、してくださいということだったので、そうしましたね。せっかくなので、地元のお酒でも飲みながらゆっくり楽しもうかなと、コンビニでね、ちょこっと補充してからホテルに向かいます。最初の北海道名物は函館のラッキーピエロのハンバーガー。持った瞬間に、重ってなって、もうね、某人気ハンバーガーショップよりね、もう明らかにずっしりしてますね。では、いただきます。これは、照り焼きチキンっぽい味ですね。めっちゃ好きなやつ。もう食べ始めたらこれもう勢い止まらないやつですね。味は結構濃いめでガツンとくる感じなんですけど、意外とパクパクいけちゃうんですよね。その秘密はこちらのバンズですね。これごまがね、これでもかってくらいね、たっぷりかかってて、持ってると自然にも香ってくるぐらいなんですよね。香りに誘われてパク、また香ってパク、そんな感じで気づいたらどんどん進んじゃいます。セットについてたお茶もなんだかんだそしてサイドメニューのラキポテ、これはチーズとミートソースっぽいものにディップされてて、なかなかギルティー系のポテトですね。総じて全部好き。ありがとうラッキーピエロ。そしてコンビニで買ったビールとも最高に合います。そういえば、お店の方にもね、ビールのメニューあったんですよね。ちょっと珍しいなと思いつつも、ビールに合うのかなと思ってね、買った次第ですけども、実際めちゃくちゃ合いますね。いろいろバタバタとありましたが、結果的には大満足の一日でした。明日はこの旅の中で一番移動距離のね、長い日になるので、今日はこの辺でね、ゆっくりお休みしたいなと思います。おやすみなさーい。おはようございます。今日は朝から海鮮丼を求めて函館朝市へ向かっていきます。寒っ。昨日と比べてめっちゃ寒いです。なんと5度くらいね、気温が下がってるみたいですね。ちょっとびっくりしましたけど、でもそんなことでね、私の海鮮丼への思いは変わりませんからね。市場には鮮魚から果物までいろんなものが売られていて、もう見てるだけでこれはすごい楽しいですね。市場に来て新鮮な食材買えるなーって思っても、予定だったり持ち帰りの方法の関係でね、結局断念しちゃうんですよね。もう今回もそうなんですけど、ちょっといずれね、そのうちにがっつり買ってね、ご飯食べるみたいなしてみたいですね。さて、こちらの丼市場には海鮮丼を出している店が多く並んでるみたいですね。中でもこちらの看板のインパクトが強いお店の方にお邪魔することにしました。メニューも豊富ですね。ウニが旬の時期だからもうぜひ食べたいなと。で、どれにしようかなと思ったらね、こちら7色丼にウニ入ってるんでね、こちらを注文しました。待つこと約5分。こちらが7色丼です。ウニ、イクラ、カニ、食べたかったもの全部入ってて嬉しい。もうどれもね、味がすごいしっかりしていて、特にね、もう中央の甘エビが、こちらもすごい濃厚で、もう口の中でもうほわーんって甘エビの香りがね、広がるような感じでしたね。
メニューを見てるとイカの踊り食いもあるみたいで、こちらはねテレビでも紹介されたことがあるみたいです。これからの季節ね、イカの旬にもなっていきますし、次はねぜひ試してみたいところですね。さて、ホテルもチェックアウトして、ここからね長い距離移動していきます。函館から旭川まで気を引き締めてレッツゴー。昨日は遅い時間の移動だったのであんまり景色見えなかったんですけど、明るいとねちょっといろんなものを見えてすごい楽しかったですね。北海道を車で移動するとよく聞く話なんですけど、ガソリンは本当にこまめに補充してくださいね。もう町と町のね距離が結構離れてるので、残りがね2分の1ぐらいになったらもうほんと入れた方がいいぐらいです。私もねもう半分ぐらいだったらもうせっせとね給油するようにしてますね。で、休憩と軽食を兼ねてですね、また宇津サービスエリアに寄りました。昨日食べたね揚げ芋が忘れられなくて、今日もリピートしに来ましたね。よかった、上りでも下りでも同じものが売っています。これ本当に美味しいです。なんか何でできてるんだろう、なんかもう気になって調べてみてたんですけどね、揚げ芋はね北海道名物なんですよね。で元祖のお店はもうこの辺りにあるみたいで、衣には魔法の粉って呼ばれているものが使われているとか、もう一体どんな粉なんだ、もうでもすごい私はもう中毒になってしまったのでね、次来るときはこちらのね元祖揚げ芋のお店もねぜひ行きたいなと候補に入れておきます。さて、運転再開です。1時間走ったところで気づいちゃいました。あれ、これメロン間に合わないかも。旭川に一応向かってはいるんですけど、途中の富良野でメロンを食べて最後旭川に着くみたいなプランだったんですけど、ちょっとこれメロン間に合わないかなみたいな感じになったので、予定を変更して札幌を楽しむことにねしていきました。やっぱり昨日回転寿司食べれなかったので、今日ちょっと昼食で食べようかなということで、札幌の回転寿司、これやっぱり有名なトリトンですかね。札幌着く頃には14時とかなので、それぐらいだったら正直空いてるかなって思ったんですけどね、考えが甘かったです。14時でなんと90分待ち。これ待つ？でもそうなるとね、今日の観光要素ほとんどなくなっちゃうんですよね。悩んだ末にちょっともうね、さらに北側にある別の店舗に行ってねちょっと抗ってみましたね。こちらは15時前について20人待ちです。もうすごい人気ですね、トリトン。仕方ないのでね、待ち時間を利用してその近くにある白い恋人パークの方に行きました。北海道で有名なお菓子の白い恋人がね、生産の工場見学ができたり、いろんなね、お土産買えたりっていう施設かなと思って行ったんですけど、行ってみたらすごい欧風な雰囲気でのね、建物がすごい多くて、写真スポットもたくさんありましたね。無料の施設と有料の施設があって、お土産屋さんとか軽食を食べるとかは無料のエリアでも楽しめます。有料の方は工場見学や白い恋人制作体験がねできるみたいですけども、今回ちょっとやっぱり時間があまりないので無料のエリアの方を散策しましたね。せっかくなので白い恋人ソフトの方もいただきます。甘さ控えめですごい食べやすいですね。ちょっと持った時ねすごい量多いかなっていう感じしたんですけども、すごい食べやすかったのでしっかり完食できました。お店に戻るともう呼び出しがね保留になってたので、ちょっと10分ほど待機した後一応入れましたね。ちょっと本当にすいませんね。さて人気のお寿司食べていきます。この日のね人気にあった3種盛りいただきましたね。やっぱりウニついてくんのめっちゃ嬉しい。ウニねやっぱりすごい濃厚で、回転寿司屋さんでこの濃厚なウニ食べれるの本当に嬉しいですね。サーモンもねやっぱりすごい脂が乗ってて、本当にネタもねやっぱり大きいので、もう口の中でね脂がジュワーって広がる感じで、とてもね濃厚で美味しかったです。こちらのイクラとかも粒がすごい大きいのでね食べ応えありましたね。さあお腹も膨れたところでいよいよ旭川へ向けて出発します。途中にハイウェイオアシスがあったんですけど、17時でね閉まってたのでねちょっと今回は寄れなかったですね。帰り寄れるといいですね。そんなわけで特に寄り道もせずに2時間ほど運転して無事旭川の方に到着しました。さて今日はですね旭川駅のすぐ近くにあるホテルに泊まっていきます。駐車場がね駅直結のイオンとねすごい提携してるみたいで、これは非常に助かりますね。駅の方もちょっと歩いてみたんですけど、めちゃくちゃ綺麗だしすごい開放感があってびっくりしました。
駅の中もおしゃれで落ち着いた雰囲気ですごい歩いてるだけでも心地いいですね。で、せっかくなので駅の反対側にも行ってみたんですけど、あれ空気感全然違うっていうね。さっきの駅の雰囲気とは違って、かなり静かなね、自然が広がってるなという感じで、都会っぽさと自然っぽさがどっちも味わえる駅ってちょっと珍しいので、得した気分ですね。ではでは、都会っぽさのある旭川の方を歩いていきます。この辺りは歩行者専用道路になっていて、もうブラブラするのにね、すごいぴったりですね。芸を披露している人がいたり、居酒屋さんがずらーっと並んでたりして、結構賑やかです。なんだかんだでちょっとお腹も空いてきたなということで、何かお店ないかなって探してると、あ、スープカレーのお店あるって。私ね、スープカレーめっちゃ好きなんですよ。お店によってね、味も具材も変わってくるので、どこで食べても新しい発見があって、スープカレーってね、そういう意味でも非常に面白くて美味しくて素晴らしいね、北海道名物なんですよね。これはちょっと楽しみなので、ぜひ行きましょう。こちらのお店ですね。結構大人な雰囲気の街並みの中にあって、見た目もね結構大人な感じの店だなと思って、大丈夫かなって一瞬思ったんですけど、意を決して入ってみたら、こじんまりとしてすごい落ち着いた雰囲気でね、居心地も良さそうですね。メニューの方はこちら。どれもね気になるけど、これにしようかな。せっかくだしザンギの方もつけちゃおう。注文してから10分ほどで出てきました。ちょっとボリュームすご。でもね、野菜たっぷり入ってて、これ見た目より絶対ヘルシーなやつですね。ではでは、いただいていきます。美味しい。スープめっちゃ好きなんだけど、今まで食べたスープカレーの中で一番好きかも。お肉もジューシーだし、野菜も一つ一つしっかり焼かれてて、もう香ばしさがすごいです。どれも美味しいんですけど、特にブロッコリーが最高ですね。カリッと焼かれた房にスープが染み込んで、もう食べた瞬間にね、口の中で広がって、もう本当に幸せです。トッピング追加しておけばよかった。いや、本当にいいお店に出会えましたね。ここはぜひまた来たいなってすごい思いました。よし、たくさん食べたことだし、まだね、夜の街も全部見切れてないので、ここからちょっと散歩していこうかなと思います。散歩をするついでにですね、せっかく歩いていくので、ここで歩いてお金を稼げるアプリの方を起動していきます。このアプリの名前はステップンというものなんですけども、細かい説明を省きますけど、あらかじめね、そのゲームの中に、靴をね、購入しておいて、スタートを押すと歩いた時間や距離に応じてね、仮想通貨がもらえるみたいな仕組みになってるんですよね。よし、これでね、飲み物代ぐらいは稼ぐぞということで、じゃあ起動して早速散策をスタートしていきます。はい、ホテルにも着いたのでアプリの方も終了していきます。今回は 83.73GST ということでね、これだいたい80円ぐらいね、稼げたことになります。明日も同じぐらいやったら飲み物のね、1本くらいは買えそうかなということですね。さてさて、運転もね、運動もすごいしたし、今日も疲れたので、明日もたくさん歩く予定なのでね、お部屋に戻ってすぐにね、寝ていきます。では皆さんおやすみなさーい。おはようございます。今日はですね、朝から旭岳の方に登っていきます。ロープウェイで登れるところを足で登っていって、そこからね、上に登ったところをちょこっと回っていくようなコースですね。やる気はある反面ね、私すごい初心者クライマーなんで、そんなにちょっと登山の体力ないので、ちょっとね、半分心配もありながら、ちょっと頑張っていきたいと思います。さあ、では行ってきます。朝ごはんと軽食もね、買っても準備万端ですね。旭川から旭岳までは車でだいたい1時間くらいです。この移動中はね、道の方もめっちゃまっすぐで開けた道が多かったので、すごいね、景色を楽しみながら行けますね。なんか雲行きが、あれこれまだ雪結構残ってる？これ想像してたより多いんじゃないかな。これ登れるかな？着いたんですけど、ちょっとね、これ登れるかな？
ちょっとここまで来て断念はすごい嫌だなと思いつつもね、でもまあ旅行中に怪我したらね、元も子もないし、どうしようかな、どうしたらいいかな。いや、安全持ってないから無理ってことで、経験者の方にアドバイスいただきましたので、もう今回はおとなしくロープウェイで登ることにしました。こちらで券を買って乗っていきます。ロープウェイが到着しました。スタッフさんがコースのね、回り方をね、説明してくれています。雪がね、すごいたくさん残ってるから長靴のレンタルした方がいいよということだったので、私もまあ旅行中に靴濡れるのもね、良くないなということで、レンタルすることにしました。さあ、これでね、準備は万端ですね。では、行きましょう。おー、想像以上に雪。これもう冬のスキー場歩いてるみたいな感じですね。ちょっと油断するともうすぐよろけてしまって倒れそうです。これは確かに長靴とか、もしくはね、耐水性のある靴とかは必須になる感じですね。転ばないように慎重に歩いて、なんとか一息つける場所に到着しました。うわ、めっちゃ景色。山からね、町まで結構距離もあるので、結構もう見渡す限り自然が広がってて、かなりね、自然のスケールの大きさをね、感じられますね。山の方をぼーっと眺めて、こういう時間があると、すごい生きてるって感じするんですよね。さあ、気持ちも切り替えて散策も再開していきます。はい、コースの頂上付近まで来られました。うわ、なんかめっちゃ煙出てる。なんか火山の影響なんかな。なんかめっちゃ暑そうですね。雪山なのに暑い場所があるなんて、もう自然ってほんと不思議ですね。で、ここが、頂上付近の写真スポットになります。標高はなんと2200メートル。高っ。ロープウェイでね、ある程度登ってきてたのでね、とはいえ、まあでもすごいやっぱり高いですね。確かに車でも結構登ったなっていう感じもあって、そこからあのロープウェイで登って、ちょっとね、歩いても登ったので、確かに結構登ってたんだなということで、かなりの高さですね。ロープウェイの入り口からここまででだいたい30分くらいでね、着きましたね。ここからはね、登山道への分岐もあり、いつかはね、こちらの方も登っていきたいなと思いつつも、今回はもうね、帰路についていきます。なんということでしょう。雪道の帰り道ね、思った以上にこれ大変です。一歩一歩踏み出すたびにね、これ足が埋もれるんですよね。もう疲労でね、途方に暮れていたらですね、なんか、後ろから足音するなと思って振り返ると、登山を終えたね、おじいさんが雪の坂道を猛スピードでね、走り抜けていったんですよね。あんなん危なくないんかな。いや、でも道具とか持ってたらいけるんかな。いや、なんなら意外と走る方がいいんかなって思って、そう意を決してね、もう歩くんじゃなくて、もう走り出してやろうと思っていったらですね、これが案外めっちゃ楽でした。足が埋もれる前にどんどん進むからすごい楽です。そうか、走ればよかったのか。雪道の坂道は走ればいい。と、観光地にもかかわらずね、変な声出しながらね、駆け下りていきましたよと。はい、名も知らないおじいさんありがとうございます。帰りのね、もう下り終えたところで、帰りにちょっと振り返ってみると、改めてやっぱり綺麗、すごい綺麗な山だなと。雪山に登れた経験ね、私なかったので、もうすごいね、心の中に深く刻み込まれましたね。さあ、では、ロープウェイを降りて、次の場所を目指していきましょう。メロン食べるぞー。はい、ということで、ついにやってきました。お待ちかねの富良野です。富良野はね、3年前にも一度ね、立ち寄ったんですけど、その時に見たお花畑とか、雄大な景色とかが、結構ね、写真スポットもたくさんあって、好きなね、観光地の一つになってます。
でも今回はその中でもやはり印象に残った富良野メロン食べていきたいと思います。もうあの時にね食べたメロンの甘さとねみずみずしさがもう本当に忘れられなくて、もう今回もねぜひ好きあらば食べに行こうと思って、今回はもうそのためだけに富良野に立ち寄るというような感じですね。ではメロンをねもう一度食べに行ってきます。さてやってきました富田メロンハウス。すぐね隣には有名なお花畑のファーム富田があるんですけども、今は一旦スルーで私の上にはもうメロンしか映ってないので、もうねすぐにメロンハウスの方に一直線です。見てください、このショーケースね、もうずらーってねメロンメロンメロンと並んでますね。私はこの子たちに会うために富良野に来ました。ということでね、もう半玉を注文してスプーンを片手に、さあいただきます。わあ美味しすぎる。もう本当にね、もう食べる前から言ってましたけども、甘さとみずみずしさが本当にすごくて、スープ入れた瞬間にじわーって果汁がね広がっていってね、一口で口の中がね間違いなく幸せで満たされます。これほんといくら食べても飽きないので、もはやデザートというよりも実質飲み物。メロン好きな方は絶対に一度はもう富良野メロン食べてほしいです。メロンが普通ぐらいだよって思ってる方でもぜひ食べてほしいです。私は普通くらいの人でしたけども、ここで食べてから一気にね大好物にね昇格しましたね。いや本当にこれでよかったです。この感動をお家でもという方向けにね、お土産や全国配送サービスもバッチリ揃ってますので、旅の思い出に自宅用にも贈り物用にもぴったりです。そして今日はねこれだけじゃないんですよ。なんとねもうここメロンの楽園なんでね、半玉だけでも満足だったんですけど、実は他にもメロンを使ったスイーツもたくさんあります。前回ここに来た時はスイーツ系まではねちょっと食べきらなかったので、今回はそのリベンジも兼ねてメロンスイーツもねいろいろ購入してみました。手前からオムレット、メロンパン、ミルクレープですね。これねどれもこれも美味しすぎました。こんなことあっていいのでしょうかね。特にね私のおすすめはこのオムレットですね。スポンジにクリームをねサンドしたケーキにメロンソースがかかっているようなものでして、メロンの優しい甘みを生かすためにスポンジとかクリームはね重すぎない甘さになってるんですよね。でそこにメロンの香りをのせながらこの食べるスイーツがですね、見た目以上にメロンの芳醇な香りをね感じられて、本当に最高のスイーツです。もちろんメロンパンもミルクレープねもうね本当にね美味しかったですね。シュークリームとかもあったんですけど、こちらはねまだ食べれてないので、ちょっとねまた来た時に食べたいと思います。さすがにちょっと食べ過ぎちゃったので、隣のねファーム富田の方で散歩していきます。こういうなんかねファーム系の観光地って、来る時期が違うとねやっぱりその景色もガラッと変わるんで、何度来てもね飽きないですね。でも前回来た時はねチューリップ系だったんですけど、今回はねラベンダーが見れるシーズンだったので、綺麗なラベンダー畑がこんな風にね見えましたね。ラベンダーと雪山をねこう合わせて見れることができて、まるでこのファンタジーのようなね景色がね見れますね。お土産コーナーに行くとねラベンダーの香りのする雑貨がたくさん置いてますので、こちらもね好きな方はねすごい刺さるんじゃないかなと思います。程よく散歩も済んだので、では札幌の方に帰っていきます。今日のホテルはこちらの札幌グランドホテルですね。こちらはね朝食バイキンがすごい美味しいということで有名なので、明日の朝がすごい楽しみですね。さてチェックインも無事に済ませましたので、この辺りちょっと散策してみようかな。どこ行こうかな。寝ました。寝落ちしてしまいました。散策どころかもう予約していた夕食にも行けないところだった。いや本当に危ない。急ぎ足で今日のね晩ご飯のお店に向かっていきます。今日の晩ご飯ジンギスカンです。やったー。こちらのキリンビール園アーバン店という方のお店で食事をしていきます。かなりね席数も多いのにスタッフさんがね付近にいてくださったので、もうとてもね注文もしやすいお店ですね。今回選んだのがジンギスカン2種類の食べ放題のコースです。
このお店のねこだわりのブラウンマイスターの方も注文して、さあ準備完了です。どんどん焼いていきましょう。ジンギスカンは羊の肉を蒸す要領で火を通していくので、鉄板もちょっと特殊な形状なんですね。焼き方に従ってどんどん焼いていきます。まずは野菜を引いて、それで煙が出てきたら肉を上に敷いて、でこれの赤みがなくなってきたら頃合いでいただきます。柔らかー。なんか羊のお肉って硬そうなイメージあったんですけど、全然そんなことなくてめちゃくちゃ柔らかくて食べやすいです。もう一緒にね蒸した野菜もこれね一緒に絡めてパクッといってね、もうヘルシーですね。野菜もたくさん取れてとてもいいです。こちらのコースのねジンギスカンね、何もつけてないものとタレのものがあったんですけど、私的には何もつけてないお肉に塩を振って食べるのがもう最高に好きでしたね。そしてねこのブラウンマイスターのビールともめちゃくちゃ合います。最高です。最初はね焼くのもねちょっと慣れてなくて時間もちょっとかかるんですけど、慣れてきたらねもうこんな感じでパパッと引いてね、もう肉ねパパッとやって、ね、結構ねサクサク焼けちゃいますね。はい、食べ過ぎました。脂質少ないからねもう結構食べれちゃうんですよね。食後の運動も兼ねて今度こそ散策していきます。ということで、こちらのね歩いてお小遣い稼ぎするアプリステップも起動していきます。では行ってきます。この札幌ね、なかなかきらびやかな街ですよね。旭川はね結構居酒屋とかが多いなっていう印象だったんですけど、やっぱりこの鈴木の周辺とかのね札幌とかは、居酒屋以外にもお店もたくさんあって、もうさすがという感じでしたね。特に今回歩いていてね楽しかった場所は、たぬき工事の4と5かなあたりがなんかねすごいガチャガチャのお店がたくさんあって、2階建てのねガチャガチャのお店とかもあって、なかなか見応えもあって面白かったですね。30分ぐらい散策してホテルに帰宅しました。で今日のお小遣いはと見ましたら 54.64GST 約60円ぐらいですね。昨日の分と合わせるとだいたい140円ぐらいなので、飲み物1本ぐらい買えそうですね。やったー。いやでも北海道限定のトウキビモナカアイスもね捨てがたいね。でもどっちのねビアをまた飲むのもありかな。おはようございます。また寝落ちしましたね。もう旅行中って本当に全力で遊びすぎてね、ホテルに入ったらもうなんかゾーンが終わってね、意識飛んじゃうみたいな、そんな感じになりますね。はい、ちょっとね、旅行も最終日ということで、今日もね、全力で楽しんでいこうと思います。今日は朝からバイキングということで、こちらがですね、こちらのホテルのバイキングとなります。北海道名物もねすごいたくさん置いてましたし、結構嬉しかったのがこれね、いくら明太子みたいなやつがあって、このいくらがねプチプチタイプだったんですよね。今回あんまりね海鮮に手出してなかったので、プチプチのいくらもねちょっと食べる機会ないかなって思ってたんですけど、こんなところで出会えるとはプチ幸せです。自分でね作れるスープカレーも置いてありました。朝カレーならぬ朝スープカレーですね。これ北海道ならではですね。お味の方もしっかりねスパイスも効いててとても美味しいです。朝からとってもすっきりできますね。こちらがちょっと珍しいオムレツです。なんとね自分だけのオリジナルオムレツが作れちゃいます。小鉢にオムレツに入れたい具材を入れてスタッフに渡すと、それを包んだねオムレツを仕上げてくれます。ソースも3種類あって、私はハッシュドビーフソースの方でねいただきましたね。コクがあるソースにもうとろけるオムレツで自分の好きな具材を入れたものだなんて、もうこんな美味しくないわけないじゃないですか。もう最高に朝から贅沢ですね。そしてデザートを探しているとですね、これ蜂蜜の食べ比べがありますね。北海道って蜂蜜の生産量も結構高いみたいなので、食べ比べできる機会なかなかないなと思って、こちらもねヨーグルトにいろんな種類かけながらねすごい楽しませていただきました。さてチェックアウトも終えまして、飛行機までねまだ少し時間あるので、空港までの途中にある羊ヶ丘の方にちょっと寄っていきます。少年よ大志を抱けで有名なクラーク博士の像が飾られているね観光地ですね。クラーク博士の資料館などももちろんあります。で羊ヶ丘に来て一番良かったこと、それはねお土産コーナーにありました。いつも通りねお土産ねとりあえず見ようかなっていうのでふらっと立ち寄って、博士系のお土産たくさんあるなーって眺めてたら、めっちゃ可愛いシマエナがいる。
そうなんです。この旅行中ね、いろんなお土産コーナーで雪の妖精と呼ばれるシマエナガグッズをね、たくさん眺めてきたんですよね。シマエナガがですね、主に北海道にしか生息しないということもあって、北海道だったらグッズとかも結構入手しやすいんですけど、ちょっとね、私のセンサーにね、引っかからずね、シマエナガグッズ欲しいなと思いながらも、ちょっとね、ずっと買わずじまいでいたんですよね。ところがここのね、シマエナガちゃん本当にドストライクでした。クリックリの瞳、サラサラモフモフの毛並み、両手で包み込めるサイズ感、手の届くコスト感、もう君みたいな子を私は求めていたんだということで、もう素敵なお土産を入手して大満足です。さて、レンタカーも返しまして空港に帰ってきました。もうもっとね、美味しいもの食べたかった。名残惜しい。そんな思いをね、支えてくれるのがこちらの新千歳空港です。こちらの新千歳空港はもう全国でも屈指の満足度を誇る空港の一つで、何よりも嬉しい北海道名物の飲食店がめっちゃ揃ってます。なので食べ逃した名物があればもうこちらでね、ぜひ食べてください。またね、お土産コーナーも非常に充実しておりますので、有名なね、お菓子とかスイーツはもちろんのこと、鮮魚系のね、お店もありますので、もうカニを買って帰るぞみたいな感じのこともね、できちゃいますね。他にも映画館やロイズチョコレートワールドといったね、エンターテインメントに富んだ施設もあるほか、本格的なね、温泉だったり、宿泊施設も併設されてるんですよね。しっかり食べて遊んで一日中楽しめる施設となってるんですよ。私も時間があればもう一泊泊まりたいです。さあ、ここで私は最後に何を食べようかなと。これはですね、この旅行中に新たなドハマりしちゃったスープカレーを食べに行きました。やっぱりね、スパイスの効き方とか具材の違いがね、あるので、他の店に行くのも本当にね、楽しいんですよ。ということで、こちらの駅構内にあるガラクというお店でですね、スタンダードなチキンのスープカレーをいただいていきます。もうなんでこんなにチキン柔らかくなるんでしょうかね。もう骨まで食べれそうなぐらい本当に柔らかくて美味しいです。空港のお店ということもあって、かなりね、なんかこう万人受けしそうな、とてもね、食べやすいスープカレーの味でしたね。まだスープカレー食べたことないよという方は、ぜひこちらのお店もチェックしてみてください。そして自分へのお土産も買って帰りの便に登場していきます。もう本当に楽しかった。食べ物ね、美味しすぎるんですよね。もう本当に忖度なしに全部美味しくて幸せな旅でした。今回で北海道は3回目なんですけど、それでもまだまだ行ったことのない場所だったりお店がね、たくさんあって、これからもまだまだ楽しめるなっていうのをね、改めて実感しました。次来た時は旭岳もちゃんと登れるようにね、準備していこうと思います。またね、旅行中に使っていた歩いてお金を稼げるアプリステップンですが、実は他にも無料で始められるものとか、投資額によってもっと稼ぎが増えるもの、写真を撮ったりお買い物をしたりで報酬がもらえるアプリもあったりするので、今後もね、そういったものをちょっとずつね、ご紹介していこうかなと思っております。日常生活の中でちょっとしたね、お小遣い稼ぎにつながるものに興味がある方はですね、ぜひこちらもチェックしていただけると嬉しいです。というわけでですね、北海道行きたくなったとか、情報参考になりましたとか、BCG ちょっと触りたくなってきたかもという方はですね、ぜひぜひ今後も情報を得るように高評価やチャンネル登録をしていただけますとめっちゃ励みになりますので、よかったらお願いします。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、またねー。